こんにちは、村雲です。今回の動画は2023年一発目の動画ということで、納車から3年目に突入する私の愛車である GR スープラのレビューをお届けします。内外装の雰囲気やカスタム内容など参考となれば幸いです。それではご覧ください。簡単に私の GR スープラのスペックについてです。2020年の2月に納車され、グレードは RZ グレードとなっています。そのため、パワートレーンとしては、直列6気筒の3リッターターボエンジンが搭載されており、カタログスペック上は最高出力340馬力、最大トルク500ニュートンとなっています。駆動方式は FR の2人乗り仕様となっています。まずは外観紹介になります。フロントフェイスはかなりアグレッシブな見た目となっており、目尻が切り長のヘッドライトが突き出たノーズに向かって切り込まれており、スープラのシャープなフロントフェイスを形成しています。80スープラの面影を残しつつ、他社のどれとも似ていない個性は所有満足度を高めてくれます。フロントリップに関しては、私はノーマルのままとなっていますが、社外品が取り付いているような空力を意識した形状のものが取り付けられており、機能美あふれるデザインとなっているため、社外品を取り付けるかどうか悩みどころですね。気になるところとしては、ダミーダクトが至るところにある点ですが、ここに関しては納車前から分かっていたことですので、不満などは特にないですね。そして3年も乗っていると、やはり飛び石被害は避けられないもので、私の一番シャックな箇所はこちらですね。皆さん路面状態が悪い道で、バイクの後ろを走る際は要注意ですね。リカバリーしたいです。これまたスポーツカーあるあるかと思いますが、車高が低いので、フロントリップを擦ってしまうのは避けられないですね。普段から気をつけていますが、やっちゃっていますね。まあ、裏側なので特に目立つことはないですが、この辺りがスポーツカーを長期使用するリアルな現状かと思います。改めてフロントを引きで見ていますが、やっぱりかっこいいですね。駐車場を止めてからも、未だに何回か振り返ってしまいます。サイドに回り込んできました。スープラのボディサイズは、全長 4380mm、全幅 1865mm、先行 1290mm となっています。FR 車らしいロングローズ、ショートデッキなプロポーションとなっており、ドライバーのヘッドレストの位置を見ると、ドライバーが車の中心に座っていることがよくわかります。そのドライバーの頭の頂点からなだらかに結出するルーフのラインが非常に流麗であり、ツーシーターであることで実現できたプロポーションであることがよくわかります。正直、ツーシーターであるため苦労することがたまにありますが、このデザインのためだと考えると許せますね。サイドからわかる私のスープラのカスタム要素は4点あり、1つは円形の RS05RR のホイールへの交換、ドアパネルのビラームブラック化、ドアミラーのピュアノブラック化。外観上は分かりづらいですが、HKS ハイパーマックスツーリングによる車高ダウンです。車高ダウン以外はこれら過去動画で紹介していますので、詳しくはそちらご覧いただけると幸いです。加えてサイドスカートに関しては、マックス折田さんプロデュースのサイドスカートの装着を検討しています。サイドのデザインのお気に入りは、リアフェンダーを強調するように駆け上がっていくサイドのラインも好みなのですが、洗車庫などによく入るのですが、サイドのリフレクションも美しいことに改めて気づきました。斜めから見ると、このようにドアノブの上下でドアのパネルに凹凸の境界があり、上面と下面で色の映り込みが異なり、様々な表情を見せてくれています。メタリックカラーゆえの特権ですね。ホイールはこのようになっており、レッドキャリパーとボディカラーとのコントラストがいい感じです。タイヤサイズは純正品を流用したため、フロントが 255-35R19、リアが 275-35R19 インチとなっています。サーキット走行も2回ほど経験し、走行距離も3万キロ近くになっているので、そろそろ交換となりそうです。交換費用が怖いですね。スポーツカー乗りの注目ポイントである車庫端具合ですが、ハイパーマックスツーリングで 20mm ほど下げたので、指1本ほどの隙となっており、ちょうどいい感じかと思います。純正だと指2本が楽勝くらいでしたね。ただ、辛い位置具合がいまいちな感じとなっており、ご覧の通りリアはいい感じなのですが、フロントに関しては少し引っ込んでしまっているので、またフロントのみ 5mm くらいのスペーサーを入れようかと計画しています。まあ一旦車検が終わってからですね。リアに回り込んできました。
リア斜め45度のこの見た目が私が一番好きなアングルですね。リアフェンダーの盛り上がりよくわかり、ただものでない雰囲気がめちゃくちゃ伝わってきます。このフェンダーがドアミラーから見えるのもいい感じです。フェンダーの複雑な作り込みがリアのシルエットに現れており、合成確保、空力の観点からルーフが絞り込まれており、それと盛り上がったフェンダー組み合わさった造形も、これまたただものでない雰囲気を醸し出しています。マフラー関連は特にいじっていませんが、台形の基本出しのマフラーがいかにもスポーツカーという感じです。真ん中にはバックランプ、ディアフォークが備え付けられています。フォーミュラカーみたいな雰囲気で点灯したいのですが、後続車の迷惑となるので、グッド我慢ですね。リアのカスタム要素としては、こちらの動画で紹介しているように、マックス・トリズさんプロデュースのトランクスポイラーを装備しています。もともとスープラにあるダックテール形状をより強調する形となっており、元の形状を生かした大人な雰囲気な見た目が非常に気に入っています。その他カスタム要素としては、エンジンルーム内に年次改良モデルから採用されたフロントブレースを追加しており、加えてトムスのパワーボックスを装備し、馬力を40馬力ほど向上させることに成功しております。詳しくはこちらの過去動画にて紹介しています。また、コンピューター関連に関しては、ビーマーコードを用いたコーディングを行い、細かな不満点を解消しており、スープラユーザー、BMW ユーザーにはかなりおすすめですので、ぜひ採用の検討をいただきたいです。内装紹介。まずはトランク容量からなります。トランクはこのようになっており、過去動画でも紹介していますが、合成確保のため、間口が狭く、高さ方向も突っ込まれないので、実用的とは言いづらいです。スポーツカーに求めるものではないかと思いますが、ついでに私が常備しているものを紹介しようかと思います。今映っているものが、私が常備しているものとなっており、フロントガラス用のサンシェード、レーシングローブ、撮影用の三脚、ナンバープレート隠し、ハンドルロック、トロックレンチ、折りたたみ傘、この辺りは常備しています。積載能力が高くないので、必要最低限を意識していますね。また、グローブボックス内にティッシュなどを入れているため、車検証をトランク横のバンドに固定し、12V のシガーソケットからドラレコ用の USB 電源などを取っています。また、このサイドの蓋を開けると、牽引フックやホイールロックボルト用のソケットなどが入っています。繰り返しになりますが、あまりトランク広くないので、いろいろと工夫が必要ですね。2人分の2泊3日分の宿泊荷物くらいは入るかと思いますが、続いて運転席周りになります。運転席ドアの内回りはこのようになっており、素材の異なるソフトパッドなどの組み合わせによって質感が担保されています。ドア仮面はハードプラとなっており、オーナーである身でもたまに擦ってしまい、少し汚れてしまいますね。また、ウィンドウスイッチの台座など、ピュアなブラックの部品が用いられており、質感は高いのですが、引っかき傷などのケアが必要ですね。そのため、私は過去動画で紹介しているラバットを敷いている形となっています。乗り込んでいきますが、先ほど足を引っ掛けるといったゆえんが、この超分厚いサイドシールですね。ルーフも低いので、抱え込んで乗り込むのですが、左足を入れた後の右足で、だいたいサイドシールに触れてしまうので、雨の日は相当気をつけないとズボンの裾汚れますね。ハンドル周りはこのようになっており、握り心地が良くなるよう形状を工夫された本革ステアリングとなっています。3年目に突入しますが、まだそこまでペタペタなどはしてきていないですね。左側で運転支援系の操作、右側でオーディオ操作系のスイッチが配置されており、シンプルなボタン配置で直感的に操作可能です。メーターはこのようになっており、中央にタコメーターを配置したスポーティーなデザインとなっており、右下に航続距離や燃費などが表示され、左上に運転支援機能の稼働状態、右側に簡易ナビ表示が行われます。兄弟車の Z4 と比較すると、情報表示量としては劣りますが、運転に必要な情報をシンプルに表示してくれるため、運転に集中しやすく、特に不満はないですね。加えてヘッドアップディスプレイも装備されており、ご覧の通り速度表示に加えて運転支援系の稼働状態、
カイナビ表示をこちらでも実施してくれる非常にありがたい装備ですね。現代のスポーツカーらしい点かと思います。運転席からの視界はこのようになっており、いいとは言えず、慣れが必要なところかと思います。右側のドアミラー周辺はこのようになっており、一応ドアミラーと A ピラーとの間に隙間があり、視界が確保されていますが、左側にはその隙がなく、結構大きな死角ができてしまっていますので、横断歩道をよくゆる際などは結構気を使いますね。また、サイドのデザインからお分かりの通り、ボンネット部分がかなり長いため、フロントの見切りもあまり良くなく、こちらも慣れが必要ですね。一応、ボンネットの膨らみを視界に捉えることができますので、納車当初はそれを頼りにシャーバー感覚をつかんでいましたね。もう一つ気をつけないといけないのは、サイドの幅感覚ですね。ミラーに映っている通り、リアのフェンダーが盛り上がっており、通常の車で実施するドアのラインでの幅調整を行うと、フェンダーをガリッとやってしまうので、この辺りもバックや細い路地のすれ違いなので気を使う様子となっています。ナビ画面はこのようになっており、サイズは昨今の車の流れを考えると大きくはありませんが、横のデザインが採用されていることで、視界の両線に被ることなく、運転に集中しやすい環境が整えられています。その下にはスクエア基調のエアコン吹き出し口が配置されており、その下に紹介はしていなかったのですが、レッドのアンビエントライトとしても活用できるラインテープを仕込んでおり、夜間はこんな感じで点灯します。おすすめで紹介していなかった理由としては、レッドの色合いが内装と微妙に合わなかった点と、年月が経つと浮いてきたりして、ちょっとだらしなく見えてしまったからですね。一応概要欄に商品の URL を貼り付けておきます。その下は BMW との協業を如実に感じるプログラマブルボタンが配置されています。こちらのおすすめの設定はこちらの動画で紹介しています。うまく使いこなすとかなり便利になりますね。その下にはエアコンユニットが備え付けられており、操作スイッチ類の数が必要最低限になっていることがよくわかります。この周りもピアノブラックやカーボンパーツが配されており、引っかき傷に要注意ですね。その下の ETC ユニットの配置は未だに気になりますね。その下には小物入れスペースがあり、私は巻き取り式の充電ケーブルを常備しています。その後ろには、これまた BMW デザインのシフトノブがあり、その周辺に運転モード切り替えスイッチやパーキングブレーキのスイッチなどが配置されています。左側にはナビの操作ダイヤルが配置されています。ナビはタッチ操作にも対応していますが、3年も所有しているとダイヤル操作にもなれますので、最近はこちらを用いてさっと操作していますね。この辺りにプログラマブルボタンとの連携が生きてきます。その後ろにはペットボトルホルダーが本来は2つ分あり、私は後ろの1つを2つ分に拡張し、前側のホルダーに眠気覚まし用のガムを常備していますね。この辺りのアイテム紹介はこちらの過去動画で紹介しています。その後ろにあまり活用できていない小物入れがあり、座席後ろに収納スペースはありません。シート形状はこのようになっており、本革とアルカンターラが組み合わされたスポーツシートとなっており、電動のランバーサポート機能を活用して、乗員の体格にフィットした形で体を支えてくれるため、サーキット走行にも問題なく活用できるシートとなっており、シートヒーター機能もありますので、快適性も含めて非常に質感高いシートとなっています。乗り心地、まずは高速道路についてです。まずは合流加速の様子をご覧ください。やっぱりこのサウンドですよね。これだけで買ってよかったと思える魅力があります。直録エンジンの気持ちのいい吹き上がりと、それに伴って聞こえてくる乾いたサウンドが非常に刺激的です。ノーマルバッファローのままでも十分と思いますね。スポーツモードの際に聞こえてくるバブリングも相まって無駄にシュットダウンしたくなります。そのような刺激的な一面を持ち合わせつつ、運転支援系装備を備えており、一定速度で先行車の距離を維持しつつ走行するレーダークルーズコントロール機能があるため、想像以上に長距離走行が楽ですね。この年末も実家に帰省しましたが、片道約300キロのドライブもそこまで苦もなくこなせます。ただ、ハンドルはしつけの機能はないので、ハンドルはしっかり持っておく必要があります。この後、ワインディングで紹介するコーナリング性能も落とせるため、
ハンドルとしてはかなり機敏であり、動画のようなわずかなハンドル操作に車が反応しており、だらっとした姿勢ではいられないですね。いい意味での緊張感を求められる車であることを意識させられます。ちなみに、ロードノイズなどは結構入ってきますので、その意味でも快適性はあまり高くないのですが、JBL のサウンドシステムは結構優秀ですので、音楽を楽しみながらで相対できる感じです。続いて、バインディングでの走行です。この辺りがスープラの本領を発揮できるところですね。ショートホイールベースを生かして、キビキビと曲がってくれます。ただ、RZ グレードの場合、若干フロントヘビーであるため、細かな連続コーナーよりも、緩やかな高速コーナーが他のグレードと比較すると得意なのかなという気がします。それでも、ワインディングでも変わらぬエンジンレスポンスの良さとサウンドが運転の楽しさを引き立ててくれます。ただ、後ほどの動画で詳しく紹介予定ですが、もともと良くはなかったですが、車高落としなので乗り心地がかなり悪化しましたね。これまで吸収していた路面のギャップを拾うようになり、足回りが硬くやったような錯覚を覚えます。私はもともとスープラの足回りは19インチしたソフトな印象であったので、こんなもんかなという印象ですが、スポーツカーに乗り慣れている人と乗ると、嫌がられそうな乗り心地に片足突っ込んでしまっていますね。改善策を回して検討していきたいと思います。まとめです。今回は私の愛車の GR スープラの3年目レビューをお届けしました。オーナーとして所有していることもあり、率直な印象をお届けするように意識しましたので、MT などが追加され、購入を検討されている方たちの参考になれば幸いです。また、カスタム関連でアドバイスなどあれば、コメント欄までよろしくお願いいたします。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。